皆様こんにちは、カズマサです。今回は、最低賃金の国際比較、50年推移と制度の違いをお届けいたします。動くグラフを使って、日本と世界各国の最低賃金を、過去50年間にわたって比較分析いたします。先に、結論を言いますと、世界は最低賃金をかなり上げてきています。しかし、日本は、非常にゆっくり上げている結果、先進国では最低水準にあります。その原因などを分析していきましょう。できるだけわかりやすい解説を試みますので、どうかお付き合いください。それでは、早速、目次をご覧ください。お急ぎの方は、概要欄からジャンプしてください。まず、50年間の最低賃金額を国際比較いたします。次に、50年間の最低賃金水準を国際比較いたします。これは、自国の賃金中央値と比べ、何%の水準に設定しているかです。その後、各国の制度や考え方をご紹介いたします。イギリスのかなり緻密な設定方式、韓国の急激で政治的な設定方式、アメリカの地域格差が大きい設定方式、これらの特徴をお伝えします。その後、なぜ日本が最低賃金を先進国最低水準に置いているのかを考えていきます。それでは、世界の最低賃金について、実際の金額を追っていきましょう。スタートは1970年代の後半です。まず、時代背景を説明しておきます。1973年と1979年に日本はオイルショックに見舞われました。輸出主導型経済の弱点は資源価格にあることが表に出て、家計消費だけではなく多くの産業がダメージを受けます。一方、世界情勢はまだ冷戦構造の中にありました。1979年にイラン革命が起こります。ソ連はイスラム勢力の台頭を恐れ、同年、アフガニスタンに侵攻します。この戦争が泥沼化し、ソ連崩壊の遠因となりました。この時代、世界の最低賃金はいくらぐらいだったのでしょうか。OECD のデータを元にグラフ化してみます。右側の数値は時給で、単位は購買力平価のアメリカドルです。オランダが高いですが、アメリカもこの頃10ドルを超えています。後に説明しますが、アメリカの最低賃金は上下動が大きく、当時は世界的に見ても高い状態でした。一方、日本は4ドル未満と非常に低い状態でした。結論から言うと、日本の最低賃金はずっと低水準です。しかし、ここから50年ほどかけて少しずつ上がっていくので、その様子をご覧いただきます。私はしばらく黙りますが、2020年まで、一気にグラフを動かします。それでは参りましょう。いかがだったでしょうか。まず日本ですが、購買力平価で4ドル未満から8ドルまで徐々に上昇しています。先進国の中では低水準ですが、安定して上げているというのが、日本の特徴でしょうか。その日本を追い抜いたのが韓国です。この国は相当低かった最低賃金を政策で一気に上げてきました。韓国の状況については、口述いたします。一般的に、最低賃金が高いのはヨーロッパですが、オーストラリアがそこを抜いて、主要国ではトップの位置にいます。なお、日本と比較して注目したいのはイギリスで、非常に緻密に労使のバランスを取りながら決定していますので、後にご紹介いたします。一方アメリカが日本より低いですが、この数字だけでは不足です。州ごとに相当差がありますので、こちらも口述いたします。また、テーマとなっているロシアは、時給3ドル未満の最低賃金が、今も続いています。富裕層が国外へ、旅行に出かける一方、貧困層が兵士に転職している様子が報道されています。最後にブラジル、南米は昔から貧富の格差が大きい構造にあります。こちらはまた別の動画でご紹介できれば幸いです。さて、ここまでが最低賃金額です。この数値も重要ですが、もう一つ重要なのが最低賃金水準です。最低賃金水準とは、国内の他の人々と比べて、最低賃金がどのあたりに設定されているかです。
最低賃金水準には2種類あり、各国賃金の平均値と比較する場合と、中央値と比較する場合があります。中央値とは、各国の人々に賃金順に並んでもらって、その真ん中の人の賃金を指します。平均値は、非常に賃金の高い人が押し上げてしまいますので、中央値との比較の方が、イメージがつかみやすいです。そこで、今回は中央値との比較を使って、グラフを作りましょう。こちらも1970年代の数字から始めましょう。データの出典は OECD です。ヨーロッパで 50% を超える国がある一方で、日本は 30% を切っています。日本の最低時給は、賃金中央値の3割以下だったわけですが、この低水準は日本の雇用形態に関係があります。最後にその構造をまとめていきますが、その前に、まずは、ここ50年の国際比較をいたしましょう。私はしばらく黙りますので、このままご覧ください。いかがだったでしょうか。日本は 30% 未満から 45% まで最低賃金を上げてきました。このじっくり上がっていく感じが日本の特徴です。一方、お隣の韓国は 61% と世界トップ水準まで一気に最低賃金を上げてきました。同じ東アジアで日本と韓国が対照的になっています。次にイギリスを見てみます。労働者、経営者の両サイドからかなり丁寧に調査をしているこの国で、最低賃金が中央値の 57% となっており、日本と比較するとかなり高水準です。日本で最低賃金がよくテーマになっているの、このあたりに原因がありそうです。最後にアメリカは 30% 未満とかなり低いです。しかし先述したように、州による最低賃金格差が大きいので、もう少し丁寧に見ていく必要があります。ただ、国家全体として最低賃金を上げることには、常にブレーキがかかっている印象です。政策で最低賃金を上げるか、自由経済に任せるべきか、アメリカは常にその間で往来を繰り返しています。どちらが正解と断言しているようには見えません。さて、最低賃金水準の国際比較はこれぐらいにして、次のチャプターに参ります。各国別に最低賃金に関する制度や考え方を取り上げてみましょう。まずは、イギリスです。イギリスには、最低賃金の他に生活賃金という考え方があります。25歳未満、つまり見習いの人々に支給すべき最低賃金と、25歳以上が受け取る生活賃金は別だという考えです。制度自体は全国単位ですが、年齢で分けるというのは、日本より細かい考え方です。次に、この生活賃金を中央値の 60% に引き上げようとしています。60% というのは、世界でもトップクラスの水準です。なぜ、そこまで引き上げようとしているのでしょう。データ重視がイギリスの特徴で、1年に6回も、労働者側と経営者側の双方から、これら制度の影響を調査しています。調査結果の透明性も非常に高く、国全体で最適な最低賃金を探っていこうという姿勢が見えます。例えば、最低賃金を上げると、一部企業が雇用を減らすという批判があります。これに対して、一部企業が雇用を減らせば、力のある企業が雇用を増やせるという側面が見えてくるのです。日本ではやや観念的に、中小企業を苦しめる、と、否定的に捉えられやすい最低賃金制度なのですが、どうもイギリスではポジティブに考えられ始めています。それは年6回もの調査の結果、労働者が力のない企業から力のある企業に移っていく様子が見えたからだと思われます。問題はそのスピードなので、細かく影響を調査しながら動かしているようです。一方、スピードといえば日本のお隣、
韓国です。韓国の最低賃金制度を見てみましょう。この国は日本以上にもともと最低賃金が低い国でした。しかし、なんとここ10年で5倍に上げるという急ハンドルを政府が切っています。なぜ、これほどまでに急激に最低賃金を上げたのでしょう。2つのポイントがあると思われます。1つ目は経済の活性化です。近年、IMF も大きすぎる格差は経済成長を阻害すると発表しています。なぜなら、格差を放置しておくと少数上位に資産が集まり続けます。その結果として中間層の所得や消費が伸びていないというわけです。この実態に気づいた中間層が世界各地で格差反対に動き始めました。そんな中で韓国は急激に最低賃金を上げました。これがどの程度経済活性化につながるのか、様子を見ている必要があります。2つ目は非正規雇用の問題です。韓国は非正規雇用労働者を最低賃金委員会に参加させています。最低賃金を受け取っている非正規雇用労働者は多いですから、当然、最低時給を上げようという方向で話が進みます。しかし、非正規雇用労働者の大きな問題は、生涯賃金が非常に低いことです。つまり、若い時には正規雇用者と賃金格差は小さく、中高年になってから大きな格差が発生します。果たして、最低賃金の上昇が、どの程度、この非正規雇用最大のテーマに影響するのか、こちらも注意深く見ている必要があります。次にアメリカの様子を見てみましょう。この世界最大の経済大国は、国内格差も格別に大きいです。全米一律の最低賃金制度では生活が成り立ちません。そこで、連邦最低賃金、州の最低賃金、市の最低賃金と、3層構造になっています。まず、セーフティネットである連邦最低賃金は、$7.25 と、非常に低いところに設定されています。しかし、州の最低賃金はこれより高いことがほとんどで、全米加重平均では$11を超えていると思われます。つまり、全体を詳細に見ると、日本より最低賃金が低いとは言えないのです。さらに、市の最低賃金を非常に高く設定している場所があります。例えば、ニューヨーク、シアトル、サンフランシスコなどは、$15程度と連邦最低賃金の倍以上に設定されています。これは東京よりかなり高いことがわかります。こういったところをよく見ると、アメリカが最低賃金の低い国だ、とは言えないのです。さらに、全米で最低賃金を$15にしようという運動も盛んで、押し下げる方向に動いているとは思えません。連邦最低賃金で判断できないことがよくわかります。さて、最後になりましたが、日本について考えてみましょう。そもそも、なぜ日本は最低賃金が低いのでしょうか。そこから考えてみましょう。専業主婦が一般的という価値観から始めるとわかりやすいです。女性が収入を得ても、それは家計の主役ではなく、サポートに過ぎないという常識がありました。つまり女性が最低賃金を受け取っても、他に主役があると考えると、最低賃金で家庭を支えていくという発想は出てきません。この状態では、最低賃金と生活賃金が離れます。生活賃金とは、家庭を持ち、子供を育てるために必要な賃金です。最低賃金が低くても、生活賃金さえ高ければ、家庭は持てるというわけです。ところが、女性の収入が家計で大きなシェアを占める時代がやってきます。次に、男性の1/3が非正規雇用の時代が来ました。こうなると、最低賃金と生活賃金が近づいてきます。最低賃金で子育てしなくてはならない。しかし、最低賃金は低いままという時代が来ました。非婚時代に拍車がかかったのも不思議ではないと考えられます。非婚時代の原因には様々なものが考えられますが、最低賃金が低いまま、それが生活賃金となると、子供を育てていくことは困難になります。一方、生活保護制度は日本人が結婚し、子供も育てることを考えます。そのために、必要最低限の所得を保障するとなると、最低賃金との逆転現象が発生します。最低賃金の暮らしより、生活保護の方が暮らしやすいとなると、モラルハザードが発生してしまいます。精神疾患などの理由から生活保護を申請することは、正式に認められています。しかし、生活保護を受けていない人の方が貧しいという状態は、受け入れられないと考えられます。日本で最低賃金が上がってきたのは、こういった背景があると考えられます。ただ、韓国のケースでもお話ししました通り、最低賃金の上昇で全て解決するわけではありませんので、イギリスのように透明性の高い追跡調査が必要になってくるかと思われます。さて、駆け足で世界の最低賃金を見てまいりましたが、このあたりでまとめに入らせていただきます。
まず、過去50年間で世界の先進国は最低賃金を上げています。これは日本も同じですが、その上げ幅が小さく、先進国では最低レベルにあります。最低レベルというのは、実際の金額だけではなく、賃金の中央値に比べて、まだまだ低い水準にあります。各先進国が中央値の 60% を目指している中で、日本はまだ 40% 台なのです。一方、各国の最低賃金制度には特色があります。イギリスは年6回の緻密な労使調査をしながら、弱い産業から強い産業への労働力の移動を見つめていることをご紹介いたしました。韓国はここ10年で5倍に上げており、対中央値では世界最高水準です。これほど急激に上げている国は見当たりません。目的は経済活性化と非正規雇用対策で、日本より先手を取っている様子です。アメリカは国家の最低賃金である連邦最低賃金が低水準で動いていません。このあたりに自由経済を重んじるアメリカの姿勢がうかがえます。ところが州の最低賃金は次々と上がっており、実質的な最低賃金は日本より高いと思われます。日本を最低レベルと申し上げたのは、アメリカが実はかなり高い水準で最低賃金を出しているからです。また大都市でも時給15ドルと日本とはかなり差が開いています。物価の上昇も大きいですが、最低賃金を上げようとする運動が続いている状態です。さて、日本はもともと夫の収入が中心で、妻のパートタイムは補助的なものだという世界観が強固にありました。その後、女性の働き方の変化、さらに男性の非正規雇用が増えても、考え方の根幹が変わっていません。つまり、会社への帰属に価値があり、労働そのものの価値がまだまだ低いのです。労働に賃金を支払うより、組織に長く在籍していることで賃金が上がる社会です。これが日本の特徴と言えます。組織への帰属に重きを置く文化は随分昔からあるものですが、これは景気が良くないとき、非正規雇用を増やすことで安易に人件費が減らせるシステムです。結果的に企業を甘やかしてしまうため、弱い産業から強い産業への転換が進んでいないという批判があります。産業淘汰は先進国の重要なテーマとなっています。日本にとって最適な最低賃金はどの水準なのか、今後も注目していきたいと存じます。本日の動画は以上となります。最後までご覧いただきありがとうございました。